2025年4月、シンガポール、ある銀行の窓口で、歴史は73秒間で変わった。画面に映し出された数字は、300万ドル、日本円にして、およそ4億5000万円。その全額が、見知らぬ海外口座へ送金されようとしていた。手続きを依頼してきたのは、一人の高齢女性だった。穏やかな笑顔、丁寧な言葉遣い、書類も、本人確認も、すべて整っていた。どこにも、おかしなところは見当たらなかった。しかし、銀行員は手を止めた。キャリア12年、数千件を超える窓口対応を重ねてきたベテランの彼女は、その瞬間、何かを感じ取った。声が、わずかに震えていた。送金先を尋ねたとき、女性の視線が、一瞬だけ泳いだ。答えは返ってきた。だが、どこかぎこちなかった。まるで、誰かに教えられた言葉を、そのまま繰り返しているかのように、その、何か、が、すべてを変えた。後に明らかになったことがある。この高齢女性は、国際的な詐欺組織に狙われた被害者の一人だった。摘発された偽の資産管理コンサルタントのコールセンターは、3カ国にまたがるネットワークを持ち、被害者の総数は142名に上っていた。もし、あの73秒間に銀行員が動いていなければ、142の家族が全財産を失っていたかもしれない。これは、フィクションではない。シンガポールで実際に起きた話だ。では、この高齢女性は、なぜ標的にされたのか、詐欺師たちは、どのようにして彼女の信頼を勝ち取ったのか、そして、彼女の日常の中に、どんな罠が仕掛けられていたのか。次は、被害者が送金を決意するまでの、静かで、しかし確実に進んでいた日々を追う。シンガポール、2025年4月。その朝も、街は変わらず動いていた。マリナ、ベイの水辺では、早朝のジョギングをする人々の息が白く漂い、屋台の匂いが路地に満ちていた。チャン・スーリンは、72歳だった。毎朝6時に目を覚まし、白湯を一杯飲んでから、ベランダに出るのが習慣だった。小さなアパートの窓から見える景色は、何十年も変わっていない。それが彼女の誇りでもあった。夫は5年前に他界した。子供たちは、それぞれ独立して遠くに住んでいる。一人で暮らす毎日は、静かで、しかし決して孤独ではなかった。近所の公園でゲートボールをする仲間がいた。月に一度、近くの教会で友人たちと食事をした。スーパーの店員とも顔なじみで、いつも軽く言葉を交わした。彼女は、決して世間知らずではなかった。若い頃から働き続け、定年まで学校の事務員として勤め上げた。コツコツと積み上げてきた貯金は、老後の安心そのものだった。しかし、詐欺師たちはそれを知っていた。いや、正確に言えば、彼女が、一人で判断する習慣、思っていることを、見抜いていた。最初の電話がかかってきたのは、3ヶ月前のことだ。穏やかで、知性的な声の男だった。彼は自分を、資産管理の専門家、と名乗り、丁寧な言葉で語りかけてきた。詐欺の匂いなど、どこにもなかった。むしろ、誠実さがにじみ出るような話し方だった。最初の通話は、15分で終わった。次の通話は、翌週だった。その次は、3日後、気づけば、毎日のように連絡が来るようになっていた。彼女の一日のリズムの中に、その声は静かに溶け込んでいった。朝の白湯を飲みながら、電話を待つ自分がいた。それはもはや習慣になっていた。彼女はそれを、信頼と呼んでいた。そして4月のある朝、彼女はいつもより少し早く身支度を整えた。銀行に行くためだった。送金の手続きをするためだった。これが、正しいことだと、信じて疑わなかった。しかしその日、窓口に立った銀行員は、彼女の声に、何かを感じ取った。その日の朝、シンガポールの空気は湿っていた。4月特有の、重たい熱気が街を包んでいた。老いた女性は、いつもより30分早く家を出た。手には、メモが握られていた。口座番号、送金額、担当者の名前、すべて、電話の向こうの声が、丁寧に教えてくれたものだった。彼女は迷わなかった。疑わなかった。300万ドル。それは彼女が、長い人生をかけて積み上げてきた、すべてだった。銀行の自動ドアが開く。冷たい空調の風が、彼女の白い髪を、静かに揺らした。窓口には、スーツ姿の銀行員が座っていた。経歴12年、
名前はアーロン。タン。その日もいつも通り、穏やかな笑顔で客を迎えた。しかし、何かが違った。老いた女性が、送金の手続きを告げた瞬間、アーロンは止まった。内側で、何かが引っかかった。声だった。言葉は、正確だった。答えは、整っていた。しかし、声の奥に、かすかな震えがあった。それは、緊張ではなかった。恐怖でも、なかった。何か、別のものだった。まるで、誰かに言わされているような、そんな響きだった。アーロンは、ゆっくりと口を開いた。この送り先は、どのようなご関係の方ですか？女性は、一瞬、止まった。ほんの1秒。しかしアーロンには、その1秒が、長く感じられた。資産管理の、専門家の方で、言葉が、滑らかすぎた。暗記したような、流暢さだった。アーロンは、続けた。以前からお付き合いのある方でしょうか？また、間があった。女性の目が、少しだけ泳いだ。アーロンは、内線に手を伸ばした。上司を呼ぶためではなかった。時間を作るためだった。73秒間の会話。それが、すべてを変えた。その間、アーロンは静かに、しかし確実に、送金手続きを保留にした。女性は気づいていなかった。しかし、アーロンの中では、確信が固まっていた。これは、本物の取引ではない。そして、その直感が、142人の命綱を、かろうじて、つなぎ止めた。しかしことはここで終わらなかった。アーロンが上司に報告した瞬間から、別の歯車が、静かに動き始めていた。アーロンが上司の執務室に入ったのは、午後2時17分のことだった。報告は、簡潔だった。しかし、その内容は、決して軽くなかった。高齢の女性客が、300万ドルを海外口座に送金しようとしています。声が震えていました。質問への答えが、不自然でした。上司のマーカス・タンは、一瞬、目を細めた。そして静かに言った。手続きを止めておけ。すぐに、シニア、コンプライアンス、チームにつなぐ。その言葉が合図だった。銀行の内部手続きが、音もなく、動き始めた。コンプライアンス部門の担当者が、女性の口座履歴を確認した。過去3週間で、合計14回の着信が記録されていた。すべて、同じ番号からだった。その番号は、シンガポール国内の市外局番を持っていた。しかし、実際の発信地は、違った。信号は、タイを経由し、マレーシアのサーバーを通り、最終的にミャンマー北部の施設から発せられていた。捜査当局への通報は、当日の夕刻に行われた。シンガポール警察の商業犯罪対策局、通称 CCD が、正式に動き出したのは、翌朝のことだった。2025年4月、当局が最初に掴んだのは、1枚の振込指示書だった。そこに記された受取口座は、香港に登録された、架空の資産管理会社のものだった。会社名は、一見、正規の金融機関のように見えた。しかし、登録住所を調べると、そこには何も存在しなかった。ただの、空き地だった。捜査チームは、その口座を起点に、資金の流れを逆にたどり始めた。すると間もなく、一つのパターンが浮かび上がった。同じ口座に、過去6ヶ月間で、世界7カ国から送金が集まっていた。被害者の年齢層は、60代から80代、ほぼ全員が、退職後の高齢者だった。そして全員が、同じ手口で接触を受けていた。あなたの資産を、安全に運用できます。その言葉から始まる、巧妙な罠だった。最初の容疑者が特定されたのは、通報から48時間後のことだった。シンガポール国内に潜伏していた、29歳のマレーシア人の男。彼は表向き、貿易会社の社員を名乗っていた。しかし、その実態は違った。彼こそが、このネットワークの国内連絡役だった。そして、彼のスマートフォンの中には、捜査官たちが予想もしていなかった、ある証拠が残されていた。しかし男は、取調室で、こう言った。私は、何も知らない。その日、私はどこにもいなかった。完璧な、アリバイだった。完璧な、アリバイだった。男は落ち着いていた。取調室の椅子に深く腰をかけ、腕を組み、捜査官の目をまっすぐに見返した。29歳とは思えない。その落ち着きぶりだった。その日、
私はクアラルンプールにいた。証人もいる。男はそう言い切った。捜査官たちは、すぐに裏取りに動いた。男が提示した証人は3人。いずれも、彼の友人だという人物だった。そして、航空会社の搭乗記録には、確かに男の名前があった。出国スタンプも、帰国スタンプも、日付が一致していた。表向きは、完璧だった。しかし、捜査官の一人が、ある違和感に気づいた。搭乗記録の日付と、スマートフォンの通信ログの日付が、わずかに食い違っていた。たった3時間のズレだった。しかし、その3時間が、全てを変えた。男のスマートフォンには、暗号化されたメッセージアプリが入っていた。削除されたはずの履歴が、専門の解析チームによって部分的に復元された。そこには、詐欺グループの中核メンバーとのやり取りが、断片的に残されていた。送金先の口座番号、被害者リストと思われる個人情報、そして、銀行員が送金を止めた、あの日の日時と一致するメッセージ、計画が止まった。すぐに動け、その一文だけで、十分だった。男が主張したアリバイは、精巧に作られた偽装だった。証人として名乗り出た3人も、同じネットワークに関与していた疑いが浮上した。搭乗記録に使われた名前は、男の本名ではなく、不正に取得した別の身分証明書に紐づいたものだった。捜査はここから、急速に展開した。シンガポール、マレーシア、そしてミャンマー、3カ国の捜査機関が連携し、ネットワークの全容が明らかになっていった。2026年5月、国際共同捜査の公式結論が発表された。被害者は142名、被害総額は日本円にして約23億円に上ると推計された。そして、首謀者を含む21名が各国で逮捕された。あの日、銀行員が感じた、たった一つの違和感。それが、この巨大な連鎖を断ち切る、最初の一手だった。しかし、一つだけ、まだ解明されていないことがあった。なぜ、あの祖母は、見知らぬ相手を、ここまで信じたのか。その答えは、意外なところから、見つかることになる。亀裂、という意味だ。何かが崩れるとき、最初に現れるのは、大きな破壊ではない。ほんの小さな、見えるか見えないかの、細い線だ。この事件にも、亀裂があった。しかし、それは捜査官が発見したものではなかった。祖母自身の言葉の中に隠されていたのだ。取り調べの場で、捜査官はある事実に気づいた。祖母は、詐欺師の声を知っている人の声に似ていた、と証言していた。それも、一度だけではなく、繰り返し、そう口にしていた。知っている人、一体、誰のことなのか。調査が進むにつれて、驚くべき事実が浮かび上がった。詐欺グループは、ターゲットを無作為に選んでいたわけではなかった。彼らは事前に、綿密な情報収集を言っていた。祖母の家族構成、資産の規模、日常の習慣、さらには、過去に付き合いのあった金融機関の担当者の名前まで、把握していた。なぜ、そこまで知ることができたのか。捜査官が証拠を精査した結果、一つの経路が浮上した。流出した個人情報だ。2025年初頭、東南アジアの複数の金融機関から、顧客データが不正に持ち出されていた。その中に、祖母の情報も含まれていた可能性が、極めて高いと判断された。詐欺師たちは、その情報をもとに、声のトーンや話し方まで研究していた。祖母が、知っている人に似ている、と感じたのは、錯覚ではなかった。意図的に、そう感じさせるよう、計算されていたのだ。これは、単純な電話詐欺ではなかった。ターゲットの心理を徹底的に分析した、高度な心理操作だった。そして、ここで、もう一つの亀裂が姿を現す。逮捕された21名の中に、コールセンターの内部情報を外部に流していた人物がいた。しかし捜査官は、その人物が本当に、末端、なのか、それとも別の役割を持っていたのか、確信が持てずにいた。供述には、微妙なズレがあった。沈黙が多すぎる部分があった。語りすぎる部分も、あった。真実を隠す人間は、しばしば、余計なことを話す。この事件の核心には、まだ、名前の出ていない人物がいる。捜査官たちは、その影を追い始めていた。次なる手がかりは、思いもよらない場所から、現れることになる。捜査官たちは、その影を追い始めていた。そして、
その影は思いのほか近くに潜んでいた。2人目の容疑者が浮上したのは最初の供述から3日後のことだった。名前はリン・ウェイ・チョン、34歳。表向きは独立系の資産コンサルタントとして活動していた男だった。彼の名前が出てきたのは偶然ではなかった。押収されたスマートフォンの通話履歴を精査していた捜査官がある番号に気づいた。被害者の祖母と17回にわたって連絡を取り合っていた番号。それがリンの個人端末と一致したのだ。17回。それは単なる業務連絡の回数ではない。信頼を築くために時間をかけて丁寧に関係を温めてきた痕跡だった。捜査官が彼の背景を掘り下げると奇妙な事実が次々と浮かんできた。リンは過去4年間で6つの会社を渡り歩いていた。いずれも設立から2年以内に解散している。事務所の住所はどれも実体のないペーパーカンパニーだった。しかし彼の銀行口座には定期的に多額の入金記録があった。出所は追跡が困難な複数の海外口座。その一部はすでに凍結されていた口座とつながっていた。リンを任意同行で呼び出した際、彼は最初落ち着いた様子を見せていた。質問に対して滑らかに答えた。笑顔を崩さなかった。しかし捜査官がある一枚の写真を机の上に置いた瞬間、その表情がわずかに揺れた。写真にはコールセンターの内部が写っていた。3カ国にまたがるネットワークの中継拠点の一つ。そこに映り込んでいた小さな影。リンはその場所を知っていた。声には出さなかった。しかし身体が正直に反応していた。目が一瞬だけ下にはぐれた。指先がテーブルの端を静かに掴んだ。捜査官はその瞬間を見逃さなかった。リンは末端の実行役ではなかった。彼は被害者を選別し、接触し、信頼を得るための役割を担っていた。いわば詐欺組織の顔として機能する。最も慎重に育てられた駒だった。しかし、駒には動かす手がある。リンの背後にはまだ名前のない存在がいた。この組織の本当の中枢はどこにあるのか。次の手がかりがついに姿を現しつつあった。リンの口がわずかに震えた。捜査官の問いに彼は答えない。ただ視線を床に落とし、唇を固く結んでいた。その沈黙が全てを語っていた。リンは組織の中で特別な役割を与えられていた。高齢の被害者を選び、接触し、時間をかけて信頼を築く。それは技術ではなく、人間の感情を操る才能だった。組織はそんな彼を丁寧に、慎重に育て上げていた。しかし、今この瞬間、その才能はもはや意味を持たない。捜査官がテーブルの上に一枚の資料を置いた。そこには3カ国にまたがる通話記録が細かく印字されていた。シンガポール、タイ、そしてもう1カ国。リンの目がかすかに動いた。それで十分だった。捜査はすでにリンの背後へと手を伸ばしていた。2025年5月、タイ北部のある建物が合同捜査チームによって特定された。表向きは平凡なコールセンターだった。しかし内部には数十台のパソコンと大量のヘッドセットと、そして壁一面に貼られた被害者のリストがあった。142名。その名前の中にシンガポールの祖母の名前もあった。捜査官はリストを手に取り、静かに1枚ずつめくっていった。それぞれの名前の横に金額が記されていた。奪われた金額だ。あるいは奪われるはずだった金額だ。祖母の欄には300万ドルという数字があった。しかし、その数字には赤いマーカーで大きく斜線が引かれていた。未回収。一人の銀行員が73秒の会話でその線を引いたのだ。コールセンターの最上階には小さな個室があった。そこにこの組織の実質的な指揮を担う人物がいた。名前はまだ公表されていない。しかし、その人物はすでに逃げ場を失っていた。網は静かに、しかし確実に縮まっていた。142人の名前が証拠となった。3カ国の通話記録が証拠となった。そして73秒の会話が全ての始まりとなった。真実はもうそこにあった。網は
縮まった。そして、静かに、閉じた。2025年10月、シンガポール当局は正式に捜査の終結を発表した。逮捕者は、3カ国合わせて27名。起訴件数は、142件に上った。コールセンターの建物は、すでに封鎖されていた。最上階の小さな個室。そこに座っていた人物は、最終的に身柄を拘束された。名前は、今も公表されていない。しかし、その人物が組織の中枢にいたことは、証拠が明確に示している。通話記録、送金指示書、そして偽の資産管理士たちの証言、すべてが、一点に向かって収束していた。142人の被害者たちは、少しずつ日常を取り戻しつつある。全員が、全額を回収できたわけではない。凍結に間に合わなかった資金も、確かに存在する。それでも、多くの家族が、最悪の結末を免れた。あの73秒がなければ、連鎖は続いていた。もっと多くの名前が、リストに加わっていたはずだ。銀行員のシャロン・タンは、その後、社内表彰を受けた。しかし、彼女が語ったのは、賞のことではなかった。あの日、私が感じたのは、疑いではありませんでした。心配でした。あのおばあさんの声が、どこかおかしかった。それだけです。たった一つの直感。それが、142人の人生を守った。事件は、公式には終結した。しかし、いくつかの疑問は、今も残されている。組織は、なぜシンガポールを拠点の一つに選んだのか。被害者の名簿は、どこから流出したのか。そして、まだ表に出ていない関与者は、本当にいないのか。捜査当局は、継続的な監視を言っている。とだけ述べた。静かな答えだった。しかし、その静けさの中に、まだ語られていない何かが、潜んでいるように思えた。73秒の会話が、世界を変えた、小さな変化だったかもしれない。しかし、確かな変化だった。一人の人間の、迷いのない判断が、142の人生に触れた。その事実は、これからも変わらない。次回、最終話、この物語が残したものを、もう一度、振り返る。それから、時間が過ぎた。2025年の秋、シンガポール当局は、最終的な捜査結果を発表した。摘発された偽の資産管理センターは、フィリピン、マレーシア、インドネシアの3カ国にまたがる組織だった。関与した人数は、確認されただけで47名。そのうち、31名が訴追された。経営者格の人物は、クアラルンプール近郊の高級マンションで身柄を確保された。部屋には、被害者リストと思われる資料が残されていた。そこには、142名の名前があった。キャリア12年の銀行員は、その後、表舞台に立つことを望まなかった。功績を称える賞の授与式にも、出席しなかった。理由を問われた彼女は、一言だけ答えた。当たり前のことをしただけです。と、しかし、その言葉は、想像以上に深く、多くの人の心に刻まれた。老婦人は、今も元気に暮らしている。家族と過ごす週末が、以前より少しだけ増えたという。彼女は、あの日の出来事を、ほとんど話さない。それでも、銀行の前を通るとき、必ず足を止めるそうだ。73秒。その短い時間に、142の人生が、かかっていた。詐欺の手口は、日々、進化している。声は巧みになり、言葉は洗練され、信頼を装う技術は、恐ろしいほど精密になっている。だからこそ、問いたい。あなたの隣に、今日もその、声、が、近づいているかもしれない。気づくことが、守ることだ。立ち止まる勇気が、誰かの未来を変える。一人の判断が、世界に触れた。その記憶を、忘れないでほしい。